フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、魔女漫画4選第2弾。第1弾は、漫画家さんが考えた原作小説がない魔女漫画を4作品紹介しました。もしまだご覧になっていない方は、概要欄にリンクがあるので、合わせてご視聴いただけると嬉しいです。今回は原作小説がある魔女漫画を4作品紹介します。4作品とも原作者は小説家になろう出身の作家さんです。多種多様な魔女たちをあらすじやおすすめポイントとともに紹介していきます。1作目はメイデア転生物語。この世界で一番悪い魔女。漫画家は夏西奈々先生、原作者はゆうまみどり先生、キャラクター原案は甘市空先生です。出版社はスクエア・エニックスで2025年3月時点で9巻まで刊行されています。原作は藤見エル文庫のライトノベルです。本作は違いますが、ゆうまみどり先生も小説家になろうで連載していた作品でデビューされました。あらすじです。この世界で一番悪い魔女と言われた紅の魔女の末裔であるマキアは、奴隷の少年トールを拾い、共に魔法を学びながら育ちます。トールに恋心を抱き始めていたマキアでしたが、ある日、流星群が降り注ぎ、二人に大きな変化が訪れます。この日、マキアは自分の前世が日本の高校生で、トールの前世の男の子と同級生だったことを思い出すのです。一方、トールは古くから伝わる救世主伝説の中に登場する守護者に選ばれ、マキアの元を離れ、王宮へ行かなければならなくなります。無理やりトールと引き離されたマキアは落ち込みますが、トールと再会し、好きだと伝えるため、オートにある魔法学校に入学するというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は複雑に絡んだ転生です。前世で女子高校生だったマキアは、メイデーエアとつぶやく謎の男に殺害されています。男は何度生まれ変わっても、俺はお前を必ず殺すと言い残しており、マキアとただならぬ因縁があるようです。また、マキアの世界には、500年前にいた3人の偉大な魔術師に関する童話が残されています。童話に登場するのは、黒の魔王、白の賢者、紅の魔女。紅の魔女の末裔であるマキアですが、読み進めていくと、ただの末裔ではなく生まれ変わりだということがわかります。何度も転生を繰り返しているマキア。女子高校生だったマキアを殺害した男は一体何者なのか。黒の魔王、白の賢者、紅の魔女がいた500年前に一体何があったのか。複雑に絡んだ転生の原因が気になります。原作者のゆうまみどり先生はカッパ同盟という名義で、メイデア魔王転生記、俺たちの魔王はこれからだという作品も書かれています。本作と同じ異世界メイデアを舞台にしたお話で、黒の魔王、白の賢者、紅の魔女が登場します。こちらが2巻で打ち切りとなってしまったのがショックだったようで、リメイクしたのが本作です。スピンオフや続編というわけではないようですが、原点となる作品のため合わせて読むと、よりメイデアの世界観が楽しめるかもしれません。2つ目のおすすめポイントは、学園ファンタジー要素です。リメイクにあたり特に力を入れられたのが、魔法学園の要素だったそうです。トールとの再会を望むマキアは、入学した魔法学校で特待生になれば、トールがいる王宮に行けると知り仲間を集め、課題に励みます。この時、男女2人ずつの4人半を組むのですが、この4人の関係性が好きです。個性豊かで、それぞれに事情を抱えたメンバーですが、課題をこなしどもに過ごしていくうちに友情が生まれていきます。ハリー・ポッターシリーズのハリー、ロン、ハーマイオニーのような関係でしょうか。とはいえ、オリジナリティに溢れているため、真似ているという印象はありません。ヤギの姿をした大精霊が校長をしていたり、白の賢者に仕えた大精霊と契約している第二王子が先生をしていたり、魔法に関しても設定が練られていますし、学園ファンタジーが好きな方は必ずハマる作品だと思います。最後3つ目のおすすめポイントは、マキアとトールの恋愛です。救世主伝説の守護者にトールが選ばれたことで、引き離されてしまった2人。しかし、互いに思い合っていることは確かです。国単位の役目を負っているトールと、ただの生徒であるマキア。立場が変わってしまった2人の再会には時間がかかり、やきもきしますが、ちゃんと読者にカタルシスを与える展開が待っています。意地っ張りなお嬢様と好きな人をいじめたがるトールのやりとりをぜひ楽しみに読み進めてください。2作目はサイレントウィッチ沈黙の魔女の隠し事。漫画家は棚飛先生、原作者は磯良まつり先生。
キャラクター原案は藤見奈々先生です。出版社は角川で2025年3月時点で5巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されており、2025年にはアニメ化もする予定の人気作となっています。あらすじです。主人公のモニカは極度の人見知りです。コミュ障で上がり症の彼女は人前で詠唱もまともにできませんでしたが、詠唱できないならしなければいいのだと斜めへの発想をして、人間では決して成し得ないと言われてきた無詠唱の魔術を世界でただ一人習得してしまいます。沈黙の魔女としてたった15歳で七賢人に選ばれた後は山小屋に引きこもっていたモニカでしたが、ある日国王陛下直々にある命令が下されます。それは学園に通う第二王子を本人には気づかれぬよう秘密裏に護衛してほしいというものでした。貴族の子女が通うきらびやかな学園へ潜入したモニカは無事に任務を遂行できるのかというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目はポンコツだけど天才な主人公です。世界で唯一の無詠唱魔術の使い手であるモニカですが、生い立ちのせいで極端に自己肯定感が低く自信がありません。七賢人に選ばれたのも補欠合格だと思い込んでいる始末です。実際魔術以外ではポンコツな面も目立ちます。学園に編入時、クラスメイトたちの前で満足に挨拶もできず、お礼を言いたい時も口にすることができません。唯一の話し相手は使い魔である黒猫のネロだけ。このネロでさえ人間の姿に化けたら怖くて怯えてしまうのです。そんな普段はポンコツなモニカですが、やはり天才です。特に数字が大好きで、目視だけで長さや角度を割り出せるという特技も持っています。その能力を使って沈黙の魔女であることは隠しながら、王子が所属する生徒会に近づくことに成功するのです。ポンコツに見えた人が実は強かったという設定はよくありますが、本作は主人公のモニカに明確な弱点があるのが魅力的です。弱点があるからこそ、その悩みが人間関係という一般的なものだからこそ、彼女に共感しやすく成長を見守りたくなります。2つ目のおすすめポイントは使い魔のネロです。普段は黒猫の姿をしているネロ。消極的なモニカとは対照的に明るい性格でモニカの良き理解者です。小説も読む知能の高い使い魔ですが、因縁に関する知識は薄いようで、モニカの規格外の魔術が因縁の常識だと勘違いしている節があります。漫画版5巻の段階では2人の出会いはまだ描かれていません。ただ他の人と話している様子からネロは相当高位な存在のようです。それにもかかわらずなぜモニカに付き従っているのか気になります。最後3つ目のおすすめポイントは護衛対象である王子の秘密です。モニカの護衛対象である第二王子のフェリクス殿下は生徒会長をしていて勘が鋭く優秀な人です。唯一魔術はできないと周囲に言っていますが、精霊と契約しており魔術に詳しいという秘密があります。この国では3人の王子が国内の貴族を巻き込んで後継者争いをしています。そのあたりに契約精霊や魔術のことを隠す事情がありそうですが、こちらも5巻の段階では明かされていません。ただフェリクス殿下は魔術が大好きで、美しい魔術の使い手である沈黙の魔女に憧れています。モニカが沈黙の魔女であると知った時、彼はどんな反応をするのか、モニカの成長とともに読み進める上で楽しみにしている要素の一つです。アニメが始まり前にぜひ漫画版も読んでみてください。3作目はどうも好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。漫画家は鎌田先生、原作者は六花恵子先生、キャラクター原案はディエント先生です。出版社は角川で2025年3月時点で5巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されていました。あらすじです。魔女のロゼは祖母亡き後、湖に囲まれた小島にポツンと立つあばら屋で一人暮らしていました。そんな彼女のもとに王宮勤めの騎士ハリージュがやってきます。彼の依頼は惚れ薬を作ってほしいというもの。密かにハリージュに片思いをしていたロゼはその瞬間に失恋をします。断ろうとするも、材料が必要なら自分が取ってくるとまで言われてしまい、結局惚れ薬を作ることに、自分の気持ちを打ち明けることもできないロゼは少しでも一緒にいる時間を引き延ばそうと幾度かに分けて材料採集を依頼するというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目はロゼの性格です。ロゼは街で買い物する以外人間とは離れて暮らしているため属性に疎く、
調理が面倒だからとレタスばかり食べているズボラな性格です。そんなロゼですが、ハリージが通ってくるようになってからというもの、面倒だった水浴びを頻繁にするようになったり、湖の魔女を襲名する時すら仕立てなかったローブを新調したりします。ズボラで口が悪く少々ひねくれているロゼですが、その中身は恋する可愛らしい女の子です。2つ目のおすすめポイントは、面倒見のいいハリージです。真面目で堅物な騎士であるハリージは、最初は高圧的な人という印象を受けます。漏れ薬を依頼してきたのに、魔女をうさんくさいものと思っているようです。そんなハリージですが、魔女ロゼの主食がレタスと知り、毎日のようにパンやタルトタタンなどを持ってくるようになります。基本的に面倒見がいい性格なのです。また、ロゼが一目惚れしたエピソードからも、公正な人であることが伝わってきます。最後3つ目のおすすめポイントは、両片思いの関係です。堅物で魔女をうさんくさいものだと思っていたハリージが、なぜ惚れ薬を依頼したのか、その理由は第5話で語られます。詳細は本編を読んでいただければと思いますが、ここで読者はロゼが失恋したと思っているのは勘違いであると知ります。最初はロゼが片思いをしているだけでしたが、次第にハリージもロゼに惹かれていきます。ただ、そのことが分かっているのは読者だけという、なんともじれったい展開です。まだ相手の気持ちを知らない状態で、お互いに惚れ薬を口にする機会があるんですが、その時の描写が最高です。丁寧な心理描写と確かな画力で描かれる両片思い作品の傑作をぜひご一読ください。4作目は、占い師には花騎士の恋心が見えています。漫画家は広上初先生、原作者は三倉先生です。出版社はキルタイムコミュニケーションで2025年3月時点で4巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されています。あらすじです。薬屋を営むシルルは、人の頭の上に様々な色や長さの縦線が見えていました。それは人の感情やこれからその人に起きる物事を表しています。ある日、死を表す黒い線が頭上に伸びている人を見つけます。とっさに助けると、それは花の騎士と呼ばれる見目麗しい男性でした。権力者に利用されることを避けるため、自分が魔法使いであることを隠しているシルルは、騎士と関わりを持つことを避けようとします。しかし、お人よしの彼女は、自分に興味を持って近づいてきた騎士が、自分にしか治せない傷を負っていることに気がつき、継続的な治療をするというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は、嘘つきな花の騎士です。シルルに助けられた花の騎士エクトルは、女好きで遊び人と世間で噂されていますが、本当は女嫌いの人でした。整った容姿のせいで、幼い頃から女性に追い回されたり、薬を盛られたりしてきたからです。情報収集などのために自分の容姿を利用はしますが、決して自分から女性を好きになることはありませんでした。そんなエクトルがタイトル通り、恋心を持つようになるというギャップがたまらないです。2つ目のおすすめポイントはエクトルの初恋です。女嫌いのエクトルが初めて興味を持ったのがシルルです。自分を助けた時のシルルの予言めいた発言と、他の女性は決してしないであろうそっけない態度が理由です。シルルがそっけなくしていたのは人の感情が線で見えるため、彼が本当は女嫌いであることを知っていたからでした。また、魔法使いであることを隠すため国に仕える騎士を警戒していました。それにもかかわらず、お人よしの彼女は古傷に苦しむエクトルを見捨てることはできず治そうとします。自分に興味がなく、それでいて献身的に傷を治してくれようとするシルルにどんどん惹かれていくエクトル。しかし、女嫌いのエクトルにとってはこれが初恋で、自分が恋をしていることになかなか気がつきません。彼よりも早く彼の恋愛感情に気がついたのは、人の感情が線で見えるシルルでした。遊び人と噂される騎士の初々しい初恋の様子が読んでいて楽しいです。最後3つ目のおすすめポイントは、お人よしなシルルの性格です。自分が治癒魔法師の血筋であることは隠さなければならないと教えられてきたシルル。それにもかかわらず、権力者と近い関係にある騎士のエクトルを見捨てることができず助けてしまったことからも、彼女のお人よしで優しい性格が伝わってきます。また、彼女はエクトルだけでなく他の人も見捨てることができません。病、怪我、苦痛など不幸な予想線をいくつも生やした人を街で見かけたとき、権力者だと気がつきながらも助けてしまうのです。関わったら面倒なことになると分かっているのに、つい体が動いてしまう。そんなお人よしのシルルと
嘘つきで自分の感情を抑え込むことが常になっているエクトル。二人の関係性がどう変わっていくのか注目です。以上、魔女漫画4選第2弾でした。気になった作品はありましたか？これが気になったよとか、読んだことがあるよなど感想があればコメントいただけると嬉しいです。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があればチェックしてみてください。この動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。